昨日までいなかった NPC がなぜかイベント中に立ってるとか、実はマントのことは気にせず演技してもらって。演技に合わせて、取ったデータに合わせてうまく動くように。YouTube をご覧の皆さん、はじめまして。ルミナスプロダクションズのアートディレクターを担当している岸と申します。本日はオートデスクの月島さんと3月21日に登壇させていただいたオートデスクデベロッパーズサミットについてのお話をさせていただきたいと思います。オートデスクデベロッパーサミットとは、オートデスクがですね、GDC の期間中に企画しているゲーム開発者向けのイベントとなっております。普段見ることのできないゲーム開発者の作品のメイキング、ワークフローの紹介、技術プレビューといったものをご紹介しております。今年初めてルミナスプロダクションズも登壇させていただいたのですが、セッションの内容はホースポークンのカットシーンのワークフローについてとなっております。YouTube の方にも動画がアップされておりますので、ぜひご覧ください。全体的な、見させていただいたんですけど、セッションを。で、カットシーンの、制作のワークフローをご紹介いただいているんですが、今回作るにあたって一番苦労されたところってどのあたりにありますか？やっぱメンバーも新しく入ってきた人もいますし、エンジン自体の見直しとかもあったりしたので、安定して量産できるようになるまで、ワークフロー全体的に整えるっていうのがやっぱり基本的には一番大変なところでした。作りながらもどんどんアップデートするんで、実は安定して作ってる期間っていうのはあまりなくて、もうほとんどの期間がもう常に改善しているような状態になります。はい。そういう状況だったんですね。アクターの方は、海外で、モーションキャプチャーとか、パフォーマンスキャプチャーされるっていう判断は割と早いうちにも決められてたんですか？やっぱりコロナの影響とかもあって、日本に来てもらうとか、アクターさんを全員日本に来てもらってもなかなかいろんな面で難しかったので、海外で撮るっていうのは割と最初の方に決まりました。特にそのコミュニケーションで苦労されたところってありますか？ズーム越しで会話しないといけないので、基本的なやりとりは、まず通訳さんを通してやらないといけないんで、まず2倍時間がかかるっていう苦労がありまして、で、それでコミュニケーション取れたとしても、本当に理解してもらえてるのかとか、納得してもらえてるのかとか、感情面がちょっと読み取りにくくて、そこら辺のすり合わせするのに、非常に苦労しました。僕も昔はモーションキャプチャーの、立ち会ったりとか、立ち会うところが、自分で演技したりとか、コンテ書いたりとかもやってたんで、事前の準備って、すごく重要なんですけど、特に今回は現地にいないんで、現地にいれば自分がデータ見ながら、その机の高さこのぐらいでとかできるんですけど、それができないんで、結構苦労されてると思うんですけど、なんか工夫とかってあります？そんな特別じゃないかもしれないんですけど、地道に、やっぱり最初に決めとかなきゃいけない、役者さんが触る部分とかはもう早い段階でフィックスして、でそこを変更しないように、背景データの制作進めてもらって、本番の、セット作ってもらうんですけど、キャプチャーのステージに。大事なところにはちゃんとデータにも、高さの情報とか、埋め込んでおいて、それを参照して、作ってもらうっていうような、やり取りの工夫とかはありました。今回、ちょっと見てて、特徴的だなって思ったのが、マヤとかでモーションビデオするデータ出して、で、実機側のルミナスエンジンに、読み込んで、で、その中で、ここのエリアで演技させるっていうことで、取り出してデータを抜き出してくるっていうようなフローが、ご紹介されてたんですけど、はい。あれであると、要するに演技する場所がそもそもないと、そのセットは組めない。よくあるモーションキャプチャー、マヤの中で、普通に背景作る。で、マヤの中のデータを元に、作ると思うんですけど、そのエンジン側から吸い出すっていう場合は、セットがない場合は、先ほどおっしゃったみたいに、先にもう優先してここを作ってもらうとかいう感じで進めてたんですか？そうですね。そこはモーションキャプチャーの、やっぱり、スケジュールがあるんで、それに合わせて、ちょっと優先順位を調整してもらって、
必要なところをちょっと先に急いで作ってもらってっていう段取りで、計画的に作っていくことで。後で、撮った後はもう変えれないですね。そうですね。背景の人がもうちょっとこれ動かしたいとか言っても、もうそれは動かさないでっていう。そうですね。なりますよね。はい。なのでやっぱり事前の計画が。相当前準備が重要ですね。一から前の中で作るっていう状況であれば、カットシーン作る人が、レイアウトをもう一番効果が出るように、自分でデザインとかもできると思うんですよ。今回背景があくまで中にある、アーシアの中にあるここでっていう風になると、あんまり好き勝手デザインできないと思うんですけど、それはもうカットシーンでこういうのを作りたいんで背景にこれを置いてくださいとか、そういう指示っていうのもあったりしたんですか？事前に分かってる内容、演出であれば、それに合わせて、オーダーさせてもらって、こういう絵作りをしたいとか、こういうシチュエーションとか、こういう感情を描きたいからっていうのに合わせたライトの光源の位置とか、この光源になるプロップの配置とか、キャラクターが座る場所とか調整できたので、そこはできる範囲はやったんですけど、やっぱりそこが、撮ってみないとわからないところもあると思うんで、はい、そういうところはさすがに難しくて、やっぱりやれる範囲でちょっと皆さんの各セクションの残りのスケジュールとか工数を見ながらちょっと融通を聞かせてもらって、そうなんですね。できる範囲のポリシをするっていう形で。大変そうだなっていう、ゲームプレイしながら思ってたんです。カットシーン側からの、クオリティアップのための話も、今のようにあったんですけど、ゲームプレイをしてるときに、やっぱりここにこういうプロップが欲しいとか、ちょっとここのプロップの配置変えたいとか、っていうのもあったり、あとは NPC の配置もですね。はい、そうすると、昨日までいなかった NPC がなぜかイベント中に立ってるとか、そういうこともちょっと。カメラに映り込んじゃったりとか、いろいろ、ライティングされてないはずのものが出てくると、また問題が起きると思う。はい、それで、動画を、変更があったところで自動で録画してアップデートするっていう機能を、作られてるっていうの、紹介の中であったんですけど、例えばそういった場合に、ちょっと想像してたのは、作ったモーションが変わったときは、例えばもうアニメーションのそのデータのタイムスタンプ見て更新があった、関連するシーンは自動で撮り直すのかなとか思ってたんですけど、今のお話だと、レイアウト上、ノンプレイヤーのキャラクターが配置されたとか、そういったことでも録画し直す必要って出てくるかもしれないですけど、自動録画の機能ってどういうデータをもとにもう一回撮り直すっていう風な処理をされてるんですか？今おっしゃられた通りで、何かのデータが更新があったから、自動録画を、再び行うってやれるといいのかもしれないですけど、ちょっと予期できないところもあって、何のデータが影響してるのかわからないっていうのがあって、なので最初からそこにはちょっとこだわらなくて、ゲーム全体で定期的に、パッケージのビルドが、されているので、大体そのタイミングに合わせて、録画を、するようにしてまして、そのスパンそんなに長くないので、短めの、確か3時間ぐらいだったと思うんですけど、とかで大体更新されていくんで、何かあったらその3時間の間で、大体どの、データのバージョンからで、この終わりの、最新のバージョンまでの、更新情報がわかるので、その間にあったアセットの変更の方をちょっと確認して、この辺かなって当たりをつけて対応するとか、そういう形で今回は。録画自体はじゃあもう全部、毎回、撮って上げ直すっていう形です。その方がシンプルかなって。そう、どっちに振るのかなって、細かく差分をやるっていうのも追いかけるの大変だし、もう全部バーンと上げちゃえば、ショットグリッドだったら、特にデータの制限もないんで、上げる分には別に上げれるんでって思ってたんで、そういうふうに管理されてたんですね。なるほど。データの容量制限なので非常に助かりましたね。特徴的な衣装としてですね、主人公のフレイがマントを着てるじゃないですか。あれ、モーションキャプチャーの時に、マントつけちゃうと、マーカー消えてしまうんで、つけて演技できない。でもすごく特徴的なので、あれ自体が何か演技に影響したりっていうことってありましたか？
なんかそれに関して面白い話があるといいんですけど、実は。普通そのまま撮って案外大丈夫。そう、実はマントのことは気にせず演技してもらって、まあ、マーカーの問題もありましたけど、はい、どちらかというと、揺れ物を設定してたテクニカルアーティストとかが、ちょっとこう、涙を飲みながら演技に合わせても、撮ったデータに合わせてうまく動くように、はい、ついつま合わせてという感じなんです。はい、揺れ物を紙とか布とかそういうの、そのまま処理すると、キャラクターパッて移動すると、物理演算でこうバババってこう、ちょっと処理が散らばったりとか、はい、髪の毛長いと起こりがちだと思うんですけど、そういうの全然見受けられなかったので、すごく細かく調整されてるんだなと思いながらゲームプレイしてたんですね。それが紹介していただいたボナミックとか、はい、まあそういった機能で作られているっていうことだったんですけど、キーフレームでアニメーションを行っている場合もあると。判断の基準ってもうどういうふうなフローでキーフレームのアニメーションと物理っていうのを混ぜて作られてました。工数の少ないアプローチから順々にやっていきました。最初はやっぱりシミュレーションのパラメータをこうそのシーンだけ少し変えてみるとか、まあもしかしたら意外とオフにしちゃった方がそもそもそんなに見えてないから大丈夫っていう時もあったりしました。で、それがちょっと難しかったら、ボナミックってありがたいことに、揺れ物の骨のアニメーションの影響も受けながらシミュレーションしてくれるので、少しポーズを入れて変えてみる。接触するものに合わせて。っていうアプローチを次に取ってました。で、大体それで大丈夫だったんですけど、まあどうにもやっぱり難しい複雑なことに、難しいアニメーションの時は、ちょっとしょうがないんで、アニメーションのちょっとベイクして、マヤでボナミックって一応、シミュレーションが動くので、マヤ上で一回ベイクして、ちょっと整えて、このシーンだけは、キーフレームアニメーションでいこうっていう。ただそれはもう一箇所ぐらいしか、そのぐらいなかったです、ね。なるほど。幸いに。はい。結構複雑な動きで、もう本当変なバタつきなく動いてるんで、割と手でつけてるのかなと。結構うまくいってるんですね、物理が。はい。そうです。仕組みが本当よくできてるなと思ってたんで。カットシーンとか始まるときも、突然こうキャラクターパンって出てくることになるじゃないですか。はい、あれって事前に計算何フレームかを走らせておいてとか、どういう仕組みになってるんですかね。今の想像で合ってると思うんですけど、アニメーションが始まる前に、何回か、計算を空回しさせて、落ち着かせた状態から始まるようにしてます。ただそれをやると、1フレームの間の処理数が増えて、ちょっとこう、一瞬こう止まるような、絵が出ちゃうんで、あんまりやりすぎないように、気をつけながらやってます。ほとんどなかったですね、やってても。うまくいったかなと。よくありますよね。ってちょっと何フレームか止まったかなとかいうのありがちですけど、それ全然発生しなかったので、本当に髪は、シェーダーもすごく綺麗で、ボリュームがあって、だから髪の毛とかこうカメラ止めて周りから見たりとかしてたんですけど、髪の毛のモデルと、あとシェーダーも、よくあるのは、ちょっとスタイライズして、髪の毛も束にして、なんかワックスつけたような感じにしたりとかで、CG で作りやすいような髪にしがちなんですけど、特にファンタジーであれば、そういう選択肢も、取っても全然違和感なかったかもしれないですけど、今回って、ニューヨークのパートが始まって、で、実際の人がキャラクターになってるんで、もう髪の毛も、本当一本一本あるような、そういう髪の毛で作られてて、すごく綺麗に、レンダリングもいってて、結構他のゲームと違うなと思いながらプレイしてました。感想なんです。ありがとうございます。感想なんです。そのすごくうまくいってるなって思いながら見てました。見た目に負けないように、いくら見た目が綺麗でもカチカチだとすぐ違和感出ちゃうので、できるだけ細かく動くように。綺麗に動いて、常に動いてて、マントもそうですけど、綺麗に動いてて。GDC で弊社のセッションをご覧いただいた方にいろんなメッセージがあったと思いますが、マヤとか弊社の製品様々な最新の技術を取り入れていきますので、ゲームを作られているユーザー様の力になるように今後も開発を進めていきます。よろしくお願いいたします。
フォースポークなもう少しやりたいと思ったことがありまして、どうしても今回イベントとゲームプレイっていうのがちょっとこう切り離されたような感じの作り方しかいろいろ都合でできなかったんですけど、次はシームレス感とかゲーム体験が途切れないような演出とかを作っていきたいと思ってます。ゲームの没入感ってプレイヤーが操作した反応がゲームの中でいろんな形で返ってくることによってプレイヤーにいろんな興味を引き続けてこう飽きさせないっていうところがいい意味でゲームの世界にいるっていう錯覚とかを生んでると思ってますので、そういったところを改善してプレイヤーの操作で世界観とかお話とかに浸れるようなゲームを作っていきたいと思ってます。でまたルミナスプロダクションズとしての取り組みが必要なんですけど、オートデスクさんとも一緒に協力いただきながら開発を進めていけたらなと思っております。これからもよろしくお願いします。